チョコレートクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チョコクッキーを作っていきたいと思います。こちらのクッキーはですね、たったの材料3つで作ることができます。サクサクホロホロでとても美味しいクッキーになります。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチョコレート味の材料をご紹介します。材料はこちらです。ブラックチョコレート、薄力粉、片栗粉。今回はこちらの3つの材料で作っていきます。まずですね、チョコレートなんですが、今回はガーナのブラックチョコレートを使用していきます。こちらはミルクチョコレートを使っていただいても OK です。裏表記を見ていただくと 50g 入ってます。なので、ガーナ以外のチョコレートを使う場合は 50g 用意してください。で、今回ですね、薄力粉の中に片栗粉を加えていきます。片栗粉を加えることでホロホロっとした食感に仕上がります。それでは続いてホワイトチョコレートバージョンの材料をご紹介します。材料はこちらです。ホワイトチョコレート、薄力粉、片栗粉、こちらの材料を使って作っていきます。ホワイトチョコレートはですね、こちら1枚で 45g になります。ただ 5g だけの差なので、全部ね、分量は同じで大丈夫です。多少のね、食感の違いはあると思うんですけれども、そこまで気になるほどではないと思いますので、食感を絶対揃えたいよっていう場合は、ホワイトチョコレートを 50g 用意してください。それでは続いて、いちご味の材料をご紹介します。材料はこちらです。いちごチョコレート、薄力粉、片栗粉、こちらの材料を使って作っていきます。このいちごチョコレートもですね、今回ガーナのいちごチョコを使っていきますが、こちらも 45g になります。今回ね、板チョコ1枚分で作っていくんですが、倍量を作りたい場合は薄力粉と片栗粉も倍量にしてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにブラックチョコレート味から作っていきます。ボウルの中にチョコレートを細かく砕いて入れます。このね、使うボウルに関してなんですが、ガラスボウルよりもこのようなステンレス製もしくはアルミ製のボウルがおすすめです。ガラスボウルよりもこういったボウルの方がね、熱の伝導率がいいのでチョコレートが早く溶けます。あとはね、できるだけ細かめに砕いてください。包丁でね、刻んで入れていただいてももちろん OK です。はい、このように砕いてください。そうしましたら別のボウルにだいたい60度前後ぐらいのお湯を張ってください。そしてチョコレートを置きます。そして湯煎で溶かしていきましょう。はい、このようにチョコレートが綺麗に溶ければ OK です。そしたら湯煎から外します。湯煎から外したらここに薄力粉と、あとは片栗粉を加えます。こちら振るわずに入れちゃって大丈夫です。そしてよく混ぜましょう。このようにちょっとね、切るように混ぜてみてください。はい、こんな感じでね、よく混ざれば OK です。そしたらラップの上にこの生地を出します。そしたらラップで覆います。で、こちら側からも覆ってください。だいたい厚みがね、8mm ぐらいになるように伸ばしましょう。はい、こんな感じです。伸ばしたら両端を軽く折って、こちらをバットなどに乗せてだいたい10分から15分ほどですね、冷やしてください。今の状態だとね、柔らかくて形作れないので、冷蔵庫で冷やしてから型抜きしていきます。それでは続いてホワイトチョコレート味を作っていきます。まずこちらも同様にボウルにね、チョコレートを砕いて入れてください。これもね、できるだけ細かめに砕いていただいた方が早く綺麗に溶けます。こちらも同様にね、包丁を使っていただいても OK です。はい、このように細かく砕いてください。そしたら同様に別のボウルにね、だいたい60度前後ぐらいのお湯を張って、そしてボウルを当てて湯煎で溶かしていきます。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。そしたら同じように湯煎から外します。そうしましたらここに薄力粉と、あとは片栗粉を加えます。そして切るように混ぜていきましょう。チョコレートの温度によってこのね、生地の硬さがね、異なる場合があります。少し硬めにできたり、あとは緩くできる場合がありますが、同じ分量で作っていただければ問題ないので、そのままね、心配せずに作業を続けてください。
ホワイトチョコはこんな感じです。同じようにラップを敷いて、この上にチョコレートを出します。そしてラップで覆って、だいたい厚みがね 8mm ぐらいになるように伸ばしましょう。はい、そしたらですね、こちらをこのまま冷蔵庫でだいたい10分から15分ほどですね、冷やしてください。それでは続いていちご味を作っていきます。こちらも同様にボウルにねチョコレートを砕いて入れてください。はい、このように砕いてください。そしたら同様に60度前後ぐらいのお湯で溶かしていきます。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。そしたら湯煎から外してください。湯煎から外したらここに薄力粉と、あとは片栗粉を加えます。そして同じように混ぜましょう。はい、OK です。このようにきちんと混ぜてください。そしたらラップの上に生地を出します。そして生地を出したらまたラップをかぶせて、だいたい厚みがね 8mm ぐらいになるように伸ばしましょう。はい、そしたらこちらも同じようにくり抜けるぐらいの硬さになるまで冷蔵庫で冷やしてください。はい、今ね10分ほど冷やしました。型でくり抜けるぐらいの硬さになったのでくり抜いていきます。このね冷やす時間はねお使いの冷蔵庫の環境だったり、あとはチョコレートの温度でも変わってくるので、5分おきぐらいにねチェックしていただくといいかなと思います。それではね今回は直径3センチの丸いクッキー型でくり抜いていきます。こちらはお好みのクッキー型でくり抜いていただいて OK です。ではねくり抜いていきます。で優しくね外してください。はい、こんな感じです。で出来上がったものはねオーブンシートまたはクッキングシートの上に置いてください。それでは残りも同じようにくり抜いていきます。はい、くり抜き終わりました。余ったものに関しましてはこのようにねちょっと食べやすい大きさにパキッと折っていただいて、味見用としてね焼いていただくといいかなと思います。もちろんねこれをもう一度まとめてっていうこともできなくはないんですけれども、あんまりこねすぎたりしてしまうと硬く仕上がってしまいますので、食べやすい大きさにこんな感じでしていただいて味見用にしていただくといいかなと思います。ではこちらはね別でまた焼いていきます。続いてホワイトチョコレート味をくり抜いていきます。こちらもねラップを外してください。そして同様にくり抜いていきます。はい、こんな感じです。では残りも同じようにくり抜きましょう。では続いていちご味をくり抜いていきます。同じようにこのようにしてくり抜きましょう。で外す時は優しくね外してください。そして天板にのせましょう。ではね残りも同じようにくり抜いていきます。はい、このように全部くり抜き終わりました。それではこちらを150度に予熱したオーブンで10分焼いていきます。もしね途中で焦げそうだなと思った時はアルミホイルをかぶせて焼いてください。ただね最初からアルミホイルをかぶせてしまうと温度が下がってしまって生焼けの原因になってしまいます。なので最初はね必ず何もかぶせない状態で焼くようにしてください。それでは焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。あとはねこのまま一度粗熱をとってしっかり冷まして召し上がってください。はい、これでチョコレートクッキーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても美味しそうに仕上がってます。クッキーはこのようにサクサクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずチョコ味からいただきたいと思います。いただきます。もうねサクサクホロホロです。すごく美味しいです。では続いてホワイトチョコ味もいただきます。ホワイトチョコも味わいがすごくいいですね。では続いていちご味もいただきたいと思います。いただきます。いちごも濃厚です。すごく美味しいです。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の濃厚チョコクッキーのポイントです。まず今回は薄力粉以外に片栗粉も加えてます。そうすることでザクザク食感と、あとはホロホロ食感がアップします。そして生地を全部混ぜ終わった後なんですが、だいたい生地の厚みが 8mm ぐらいになるように伸ばしてください。そしてその後ですね、冷蔵庫で10分から15分ほど冷やしてみてください。あんまり冷やしすぎるとカチカチになって型抜きできないので、冷やしすぎには注意していただけたらと思います。仮に冷やしすぎてしまってカチカチになってしまった場合は30分ぐらいね、室温の状態で置いてみてください。室温の状態に置いておくと生地がだんだん柔らかくなってきますので、型抜きできるぐらいになったら型抜きしてみてください。そして今回私はですね、こんな感じで丸くくり抜きました。こちらはお好みの形にくり抜いてみてください。そして焼き時間に関してなんですが、今回は150度に予熱したオーブンで10分焼いてます。ホワイトチョコレートといちごチョコレートに関しましては焼き色がつきやすいので、だいたい7分から8分ぐらいしたらアルミホイルをかぶせて焼いていただくといいかなと思います。ただですね、この焼き時間に関しましてはクッキーの厚みだったり、あとはね、何枚一緒にね焼くかによっても変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は濃厚チョコクッキーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。